あなたの気分の波、もしかしたら血糖値が原因かもしれません。医師の小池正美さんが書いた気分の9割は血糖値は心の不調、体の仕組みから見直す一冊です。私たちは甘いものを食べた後に眠くなったり、何もしていないのにイライラすることがありますよね。それは血糖値が急に上がって急に下がるジェットコースター血糖のせいかもしれません。この本では気分を安定させるための食べ方の工夫を紹介しています。例えば食事の最初に野菜を食べるベジファースト、朝食を抜かずナッツやチーズを間食に取り入れること、たったこれだけで心がふっと軽くなるのです。心の不調は体からのサインかもしれない、そんな優しいメッセージがこの本には込められています。食事を整え、気分を整えるあなたの毎日は今日からもっと穏やかに変わっていきます。この本を読むとあなたの気分の波が変わります。私たちは毎日の中でなんだかイライラする、やる気が出ないと感じることがあります。その原因が実は血糖値にあるとしたらちょっと意外ですよね。気分の9割は血糖値は医師の小池正美さんが書いた健康と心の関係を優しく解き明かす一冊です。ジャンルは健康、メンタルケア、栄養療法。この本では食べ方を少し変えるだけで心と体のバランスが整うことを教えてくれます。例えば甘いものを食べた後に急に眠くなったり気分が沈んだりする経験はありませんか？それは血糖値が急に上がって下がるジェットコースター血糖が関係しています。小池さんはこの仕組みを丁寧に説明し、どうすれば気分の安定を取り戻せるかを教えてくれるのです。この動画では本書の要点を3つに分けて紹介します。1つ目は血糖値と気分の関係、2つ目は安定させる食べ方、そして3つ目は心と体を整える生活習慣。さあ、あなたの毎日を変えるヒントを一緒に見ていきましょう。本書の概要。気分の9割は血糖値は心の不調を体の仕組みから見直す本です。著者は医師の小池正美さん。診察の現場で気分の波と血糖値の乱れのつながりに気づきました。本書はその理由を優しく解説し、食べ方や生活習慣を整える方法を示します。前半は血糖値が上がったり下がったりする仕組みと脳の反応を説明。中盤は安定させる食べ方や間食、選ぶと良い食材を紹介。後半は睡眠や運動、ストレスとの向き合い方をまとめます。朝食を抜くと集中力が落ちる、糖質だけだと眠くなるといった日常の謎がほどけます。気分の大波さざ波は実は血糖値のジェットコースターと似ています。急に上がればハイになり、急に下がればだるさや不安が出ます。だからこそ食事はガソリンのように質と入れ方が大切です。タンパク質や食物繊維を先に摂り、甘いものは少しにするだけでも違います。さらにゆっくり噛む、早寝早起き、軽い運動も血糖値の安定を助けます。この本を読むと自分の不調の原因が地図のように見えてきます。何を食べ、いつ食べ、どの順番で食べるかという道筋が優しく示されます。この本を読むことで心の安定を自分の手で育てる方法がわかるようになります。学びはすぐ試せます。ポイント1、血糖値と気分の深い関係。私たちの気分は脳だけでなく血糖値にも大きく左右されています。血糖値とは血液の中にあるブドウ糖の量のこと。このブドウ糖は脳のエネルギー源で心の安定を支える燃料でもあります。しかし甘いものや炭水化物を急にたくさん食べると
血糖値が一気に上がります。すると体はインスリンというホルモンを出して急いで血糖値を下げようとします。この上がった後に急降下する流れが気分の落ち込みやイライラを引き起こすのです。著者の小池正美さんは、気分の乱れの多くは脳のエネルギー不足による SOS ですと言います。つまりメンタルの問題のように見えても、実は血糖値の乱高下が原因の場合があるのです。例えばお菓子を食べた直後は元気が出るけれど、少しするとどっと疲れる。このジェットコースターのような気分の波こそが血糖値の仕業です。本書では気分を安定させるためには血糖値をなだらかに保つことが大切だと教えています。例えば食事の最初に野菜やタンパク質を摂るだけでも上がり方が緩やかになります。たったそれだけで心の揺れが小さくなるのです。血糖値を知ることは自分の心を理解する第一歩、感情の波に飲まれないための優しい体の知識なのです。ポイント2、安定した血糖値を保つ食べ方。血糖値を安定させるための鍵は、何を食べるかよりもどう食べるかにあります。著者の小池正美さんは、順番、時間、組み合わせの3つを意識するだけで気分が安定しやすくなると教えています。まず大切なのは食べる順番です。最初に野菜や汁物、次に肉や魚、最後にご飯やパン。このベジファーストの習慣で糖の吸収が緩やかになり、血糖値の急上昇を防ぐことができます。次に食べる時間のリズム。朝食を抜くと体は飢餓モードになり、昼食で一気に血糖値が上がってしまいます。朝はたとえ軽くてもいいので、卵や味噌汁などを少し食べるだけで安定したスタートが切れます。さらに組み合わせも大切です。甘いものを食べたいときはナッツやチーズなどの脂質やタンパク質を一緒に摂ると血糖値の上昇が緩やかになります。これは坂道をゆっくり登る自転車のようなもの。急に漕ぐより一定のペースで進む方が疲れません。本書では食べ方を整えることが感情を整える近道と語られています。つまり食事は単なる栄養補給ではなく、自分の心を守る習慣の力なのです。ポイント3、生活習慣で心と体を整える。血糖値を安定させるには食事だけでなく生活全体のリズムも大切です。本書では睡眠、運動、ストレス対策の3つを整えることで心と体のバランスが取れると説明されています。まず睡眠です。寝不足になると体は強いストレスを感じ、血糖値を下げる力が弱まります。朝起きた瞬間から甘いものが欲しくなったり、集中力が続かなくなるのはそのせいです。著者は眠ることは翌日の血糖コントロールを整える最初の食事と表現しています。次に運動。軽いウォーキングやストレッチを1日15分でも行うと筋肉がブドウ糖を取り込み、血糖値を安定させてくれます。体を動かすことは心の循環を良くすることにもつながるのです。そしてストレス対策。人は不安や怒りを感じるとアドレナリンが分泌され、血糖値が一時的に上昇します。深呼吸や瞑想、ゆっくりお風呂に入るなどの小さなリラックス習慣が心を穏やかにしてくれます。この3つはまるで椅子の3本足のようなもの。どれか1つが欠けても体のバランスは崩れてしまいます。血糖値を整えることは結局自分を丁寧に扱う生活に戻ることなのです。印象的なエピソードや引用。本書の中で心に残るのは、著者の小池正美さんが紹介する一人の女性患者のエピソードです。その女性は30代後半、仕事も家庭もこなしていましたが、ある時期から
夕方になると涙が止まらなくなる、何もやる気が出ないという悩みに苦しんでいました。心療内科を受診し、抗不安薬やサプリを試しましたが改善しなかったそうです。小池さんは問診の中で食事の内容を丁寧に聞き取りました。すると朝はパンとコーヒーだけ、昼はおにぎり、夜は遅い時間に甘いお菓子という生活が続いていたことが分かりました。小池さんはこう言います。気分の不調の裏に血糖値の乱高下が隠れていることがあるのです。そこで彼女に提案したのはほんの小さな工夫でした。朝食に卵と野菜を加え、昼食の前にナッツを数粒食べること。最初は半信半疑だった彼女も数日後には夕方の涙が出なくなったと感じたそうです。さらに1ヶ月後には表情が明るくなり、以前より前向きに過ごせるようになっていました。著者はこの経験を通して心のトラブルを気持ちの問題だけで解決しようとしないでほしいと語ります。血糖値の乱れは脳にとって燃料切れのサイン。それを放っておくと感情が不安定になり、焦りや無気力が続いてしまいます。本書の中で印象的な一文があります。あなたの心は壊れているのではなく、エネルギーが足りないだけかもしれません。この言葉は多くの読者に希望を与えるメッセージです。私たちはつい自分の弱さを責めてしまいがちです。でも小池さんは体を整えれば心も整うと教えてくれます。食事や生活を少し変えることで誰でも自分を取り戻す力がある。この気づきこそが本書で最も心に残るプレゼントなのです。実生活での生かし方。本書の学びは今日からすぐ使えます。難しい道具はいりません。小さな工夫を積み重ねれば気分の波は静かになります。まずは順番です。最初に野菜とスープ、次に肉や魚、最後にご飯やパン。この並び替えだけで糖の吸収はゆっくりになります。坂道をギアを落として登る自転車と同じです。急いでこがないから疲れにくいのです。次は間食の工夫。空腹が辛くなる前にナッツやチーズを少量。甘いものは食後に少しだけ。おやつは心の味方。タイミングで敵にも味方にもなると覚えましょう。朝食を整えるのも効果的です。卵、味噌汁、納豆、ヨーグルトなどを一品でも朝の一口がその日の気分の土台を作ります。時間がない日はバナナとゆで卵でも十分です。飲み物、揉み直します。砂糖入りのカフェオレは食後に。喉が渇いたらスイカお茶。コーヒーは一杯ずつ味わい、連続で飲みすぎないようにします。動くことは特別な運動でなくて大丈夫。通勤で1駅歩く。階段を使う。夜は肩回しと前屈をゆっくり。筋肉がブドウ糖を取り込み、心も軽くなります。睡眠は最大のリセットです。寝る90分前にスマホを置き、湯船で体を温めます。部屋を少し暗くし、同じ時刻に布団に入ります。たとえ短くても質の良い眠りが翌日の安定を作ります。最後に記録です。朝昼夕の気分を丸かけるで書く。食事の順番と間食の内容も1項目も。数日で自分の揺れやすい時間が見えてきます。見えれば備えられます。これは心の地図作りです。どれも完璧でなくて大丈夫。7割できれば合格です。小さな一歩がやがて大きな安心につながります。まとめです。気分の9割は血糖値は心と体はつながっているということを教えてくれる本です。イライラや落ち込みを性格のせいや努力不足と思い込んでいた人に新しい視点を与えてくれます。
小池正美さんは医師としての経験を通じて、気分の乱れの多くが血糖値の変化によるものだと気づきました。つまり私たちの心は体の燃料であるとに深く影響されているのです。そのため食事や生活を少し整えるだけで感情の波を穏やかにすることができます。本書のメッセージはとてもシンプルです。心の不調は体からのサインかもしれない。野菜を先に食べる、朝食をとる、軽く歩く。その小さな積み重ねがやがて穏やかな毎日を作ります。この本を読むことで感情の仕組みを体の視点から理解し、自分を責めずに整える方法を学べます。心の調子を立て直したい人、いつも気分の波に悩んでいる人にこそおすすめの一冊です。この本を読むことで、あなたは心を軽くする食べ方を身につけられます。気分の安定は心ではなく体から始まります。自分を優しく整える力をこの本から学んでみてください。この本を読んだ方は、ぜひコメントで感想を教えてください。そして、チャンネル登録も忘れなく。